煽ってこう混ぜていきましょう。はい、たつさんチャンネルです。本日も動画をご視聴していただきありがとうございます。今日はですね、ペペ玉作りたいと思います。ペペロンチーノの美味しいところ、カルボナーラの美味しいところ、いいとこ取りして2つを割ったようなパスタです。ぜひトライしてみてください。それでは作ってみましょう。はい、では本日の材料紹介です。 1.9 ミリのパスタスパゲッティ、12分茹でのものを10分で茹でたいと思います。それで、ニンニク1かけ、黒胡椒、塩、パルミジャーノレッジャーノ粉、そうですね、粉チーズで OK です。でオリーブオイル、卵黄2つ、ベーコン、スライスのもので今回用意しました。これは2枚、お好みで1枚でも2枚でも大丈夫です。そしてこの調味料が入ります。塩は大さじ1杯、約、水に対して 1% 入れていきます。入れました。では茹でます。12分のパスタ、10分でアルデンテを目指して茹でていきます。ではスタート。はい、ではですね、ニンニクを切っていきますね。半分にして芯を取り除いた状態です。ニンニクは今回スライスでいきます。でパセリがですね、イタリアンパセリでもいいんですけど、今日はちょっと香りの割と強い普通のパセリですね、こちら使います。太い軸は取ります。でこれをみじん切りです。こう一つにまとめて細かく切ってください。包丁も拭いて、まな板も拭いて、きれいにして調理していきましょう。こうやってね、くずなんか入れるボウルがあるととても調理しやすいです。ではベーコンですね、ベーコンのスライス半分に切って、また半分重ねて、さらに半分に切って、このぐらいで切りましょうか。でですね、ちょっと細長いのでこれまた横に半分切ります。こういう感じですね。でこれを細切りにします。5ミリ幅ぐらいで切っていきます。はい、今回ねちょっとベーコンたっぷりです。では材料が揃ったんで火を入れ、温まるまではねちょっと強火でもいいんですけど、温まったら一気に温度上がっちゃうんで弱火にして注意してください。で油って温度が上がるとすぐには下がらないので、温まりすぎちゃったら一気にそのまま余熱でも火が入っちゃうので、そこを気をつけてください。ポイントです。で香りが立ってきたら OK なので、一度ニンニクを取りましょう。一度ニンニク取ります。でニンニクを取ってこのオイルを戻していきますね。ベーコン入れていきます。ベーコンもう少し強火で大丈夫です。しっかり火を通していきましょう。ちょっと具材が油吸っちゃうのでオリーブオイル足します。そしたらこちらも一回取ります。ではですね、ここで具材を戻していきます。ニンニク、そしたらパセリ、ペペロンチーノもやったんですけど半分ほど入れていきます。ベーコンも再び入れます。で全体を合わせていきますね。
でここで鷹の爪を入れます。焦げやすいので最後に入れますね。でパスタがもうそろそろ茹だるので、このできるだけタイミングを合わせるようにしましょう。どうですか、とっても美味しそうにいい匂いがしてきました。ではですね、ここで先ほど用意した卵黄とパルメザンチーズ混ぜます。卵黄入れてパルメザンチーズを混ぜていきます。ここでよーく混ぜます。しっかり混ぜて、この黄身の濃さと卵のチーズが混ざるように、そうですね、こういう感じでペースト状になりますね。これを用意しておきます。パスタが茹だるので茹で汁を今回は少し入れます。ペペロンチーノには入れないんですけど、カルボナーラとこのペペタマには茹で汁を入れます。はい、パスタ茹だりました。この時は火加減気をつけてくださいね。フライパン熱すぎると跳ねちゃうので気をつけましょう。ではパスタを入れていきます。はい、よくこのパスタアルデンテの状態でこの油、うまみを吸っているこの油と具材をあえていきます。でここでねパスタが吸うんですよ、うまみを。で吸ったら一度火を消します。でポイントなんですけれども、火を止めて、ちょっとね温度高すぎるとどうしてもこの卵が固まってしまうので、少しこう煽って温度下げますね。はい、そしたらですね、この卵黄を入れます。先ほどチーズと卵黄を合わせましたよね。それをここに投入して合わせていきます。でですね、ちょっと濃いのでもう少し茹で汁を足して調節してみてください。この卵にかけないようにしてください。そしたら一気に合わせますよ。手早く火が入りすぎないようにこう混ぜていきます。こういう感じですね。こういう感じです。でヘラでこううまく具材も混ぜつつ、こう煽ってこう混ぜていきましょう。いい香りがしてますね。はい、混ざりました。では出来上がりです。お皿に盛っていきましょう。はい、ではソースもきれいにかけていきます。で仕上げに先ほどのこのパセリの残りをここに散らしますね。はい、できました。では実食しましょう。はい、ではできました。ペペタマ実食したいと思います。本日はウイスキーの水割り一緒に合わせていきたいと思います。ではいただきます。めっちゃうまそうにできました。このねコクと香り、カルボナーラのコクとペペロンチーノのこの香り、めっちゃいいとこ取りです。ではいただきます。うまい。めちゃめちゃうまいです。このね唐辛子の辛さもねいい辛さしてるんですよ。パンチがあって
こってりなカルボナーラのその要素をうまく中和してるというか、本当にニンニクの香りもいいですし、ベーコンのうまみ、パセリの爽やかさ、唐辛子のこの刺激、めちゃめちゃマッチングです。でですね、ぜひペペロンチーノの動画、カルボナーラの動画でそれぞれコツをご紹介してるんで、それをまず見ていただくとよりこのペペ玉作りやすいと思います。ぜひ動画をチェックしていただいて、このペペ玉ももちろんこの見たっていう方なんかはもうすぐできると思うんですけど、本当にやってみてください。美味しいですよ。ごちそうさまでした。今回もペロッと完食です。ペロッと完食です。誰かが言いました。パスタは飲み物なんじゃないの？まさに飲み物です。いや、飲めちゃうぐらいに美味しいです。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。本日も動画をご視聴していただきありがとうございます。達談では料理初心者の方向けに一応発信してるんですけど、中級者の方でも大丈夫だと思います。ぜひ料理好きな方、料理始めたいなと思っているあなた、大丈夫です。達談と一緒に調理してお料理楽しみましょう。なのでぜひフォロー、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。うまい。